鈴木孝義と言います。私、1972年生まれの今53歳です。今日の発表者の中では一番年長です。出身は北海道十勝の池田町というところで、全居住地は旭川市です。家族は妻と子供が4人と、あとは愛犬が1匹います。得意なことというか仕事なんですけども、商品企画とか開発、店舗設計、イベントの企画、運営などを今までしてきました。好きなことなんですけども、サッカーがとても好きで、小学校、中学校、高校とずっとサッカーをやっていて、今はちょっと増毛町に来ちゃったんでできていないんですけども、2008年から旭川市で自分でサッカースクールを開いて、小学生にサッカーをずっと教えてきました。今スクール生は40人ぐらいいると思うんですけど、違うコーチにちょっと今お願いして運営しているというような状況です。これまでの経歴をちょっとご説明させていただきます。まず大学卒業後、建築の設計事務所に入って約5年間札幌で仕事をしていました。主に総合病院とか老人保健施設、コンビニ、当時サンクスっていうのがあったんですけど、そこの店舗設計とかをやっていました。でこの関内ですと留萌市立の総合病院が確か28年ぐらい前に新築されたのかと思うんですけども、私が新卒で入った設計事務所でこの設計に携わらせていただきました。あと同時期ぐらいだと思うんですけど、留萌のプールも確か改修工事やってたと思うんですけど、そこの設計もさせていただきました。その後、建築施工会社に2年間勤めまして、札幌でマンションの大規模改修工事とか、個人住宅の施工管理としてですね、工事現場の管理者として働いていました。右側に写っている人物はインド文雄先生というんですけど、建築設計士のちょっと有名な先生なんですけど、とても厳しい先生で、私はこの先生に仕事とは何ぞやみたいなことをすごく厳しく教えていただいたという2年間でした。で最後のちょっと現場で3ヶ月ぐらい、当時よく言われている24時間働きますかみたいな感じで、本当に3ヶ月間休むこともなく夜遅くまでずっと働いてたんで、ちょっと体をすごく壊してしまいまして、それで2年でちょっと辞めまして、それから30歳の時に旭川市に、妻が旭川出身だったということがあって勉強してグラビア印刷の製造メーカーに勤務しました。で右側に写っている写真なんですけど、この近辺だと小平町の藤田水産さんのこのタコの変形の袋とか自分が考えたり、あと増毛町ですとこの増毛のアメーベラーメンとかのパッケージを印刷かけたり製造袋を加工している会社で18年約勤めました。で今から約5年前に旭川市で株式会社ジーンという会社を起業しまして、食品の企画デザイン、あと食品会社の顧問ですとかコンサル業、あと包装資材光の卸というような仕事を5年間やってきました。で現在が地域おこし協力隊として約7ヶ月今経った状態です。地方創生地域活性化プロジェクトの立案運営をしていきたいと思っています。自社のホームページなんですけども、こういうパッケージのデザインとかをやってきました。これは上士幌町のかりんとうとかですね、あとこれは私の出身で池田町のワイン場のロゴとかを考えたり、あと私のこれふるさとの焼肉屋さんなんですけども、コロナ禍でもともと居酒屋さんだったんですけども、2階が宴会場になっていて、その2階の宴会場が全然使われなくなっちゃったんで、焼肉屋さんをやりましょうということで、焼肉屋をちょっと設計して、いろんな仕掛けを作っていたというようなことを、これは3年前なんですけど、やりました。増毛町との出会いなんですけど、2023年7月に地域マッチング委員会という研究事業にちょっと携わらせていただきまして、何やってるかというと、日本全国のスタートアップベンチャー企業と地方をマッチングして地域の課題を解決するという事業のメンバーになりました。でそこで2024年2月に増毛町と出会って、この本当に素敵なこの豊富な資源と得意なこの地形、そして素敵な歴史的建造物、建築に携わってきたので、私古建築もすごく好きなので、この歴史的建造物に魅了されました。そして何より今日は堀町長にも来ていただいてますけれども、本当に役場の職員の皆様が素敵で、そして町民の皆様、本当に素敵な皆様に出会えて、ぜひこれまでの自分の知識とか経験を生かしてこの町づくりに関わりたいと、本当にそういうふうに思ってこの町にやってきました。で2024年の11月に山の恵みプロジェクトのプレゼンを役場様の方でさせていただきまして、ぜひこの町で山の恵みを取り組みたいという思いをお伝えして、そして採用いただいたという形です。それが先週メンバーが東京に行ってグランプリに輝いたので表彰式に行ってきたというところにつながっています。で1ヶ月後ですね、12月にクラフトビールの事業があるんですよというお話をいただきまして、
そこのコーディネートをしてくださいということでお話しいただきましたので、それをきっかけにさらに増毛町様と深く関わらせていただくきっかけになりました。これまでの活動なんですけれども、去年の7月から本格的に参画させていただきましたので、まずは町の土台づくりからということで、増毛町活性化のプロジェクトの立案、企画を考えてきました。また、この山の恵みプロジェクトの報告会が今月末にありますので、ぜひ皆さん報告聞きに来ていただければ非常に嬉しいです。でこれまでの活動を丸2として、昨年はトライアルの年として旧鳥田旅館を活用したイベントを開催させていただきました。地元の果樹園で採れたブルーベリーですとか、ハスカップ、プラムですとか、リンゴを使った和菓子のポップアップショップを8月に開催させていただきました。当庁からピュアホワイトの陶器病をいただきまして、羊羹を作ったり、あとは中村屋さんの羊羹を売ったりということで、非常に好評ですね。町を訪れた方にすごく大好評で、増毛、本当にすごいね、本当に暑いねって言ってくれたのがすごく印象的でした。本当に嬉しかったです。こういったことも今年どんどんできたらいいなと思っています。でこれからの活動、やりたいことなんですけども、先ほどお話した山の恵みプロジェクトを軸として5つの事業の総合コーディネートをできたらいいなと思っています。まずは1つ目として、地場産品開発販売促進事業。これは私たちが今まで作ってきたような先ほどお見せした商品をですね、地元の特産品、豊富な資源を利用して加工品などを作って、そしてブランディングできたらいいなと思っています。で丸2番として歴史的建造物活用事業。これは本当に素敵な建物が北海道では珍しいと思うんですよね。こういった素晴らしい建築物がある。なのでこの建物を利用していろんなイベントだとかワークショップを開催して、どんどん町外の方にも来ていただき、そして地元の方とどんどん交流ができたらいいなと、そういう取り組みをしていきたいと思っています。あとは言わずと知れた自然体験イベント事業、自転車を確保したこういったこともどんどんやっていきたいと思っています。4つ目としては人材確保育成事業として、こちらはどちらかというと私、教育に対してすごく興味があるところなので、子どもたちにサッカーしてたということもあるんですけど、子どもたちのその無限な可能性を自分の子ども4人育てたということもあるので、ぜひ教育活動をこの町でできたらいいなと、こうやって考えているところです。私のビジョンなんですけども、増毛町をブランド化する。これはブランドとはなんですけども、この企業っていうところを増毛町に置き換えていただければいいと思うんですけど、増毛町とお客様の接点、体験を通してお客様に評価され、共感され、お客様の頭の中に蓄積されていく価値のことということで、どんどんですね、増毛町でですね、いろんな体験をしていただいて、そして来ていただいた方に評価していただき、そしてこの増毛町の魅力を共感してもらって、どんどんその頭の中にその増毛の魅力を蓄積してもらっていくような価値をこの今日の地域おこし協力隊のメンバーで作っていきたいと、そして仕掛けていきたいと、そういうふうに私は考えています。で目標なんですけれども、私去年の3月に経営大学院 MBA を今経営学修士を取るために大学院に通っている53歳52歳から大学院に行き出したんですけども、そこで書いた去年3月に志シートなんですけども、論理的思考とか分析力をどんどん高めていきたいと思いました。で周り2番としては全国に1000人ぐらい同級生留学者がいるので、その人的ネットワークを使ってどんどんこの町の魅力を発信するとともに、彼らのそういう知識をどんどん地方創生のアイデアをいただいて、シナジーが生まれたらいいなということを親と考えています。で志としては活気ある町づくりを実現して、最終的には北海道で増毛町が最も注目される町にするということを去年3月に宣言しました。とかっこいいことばっかり言ってきましたけど、やはり増毛町の最大の魅力は自然と食べ物だと思っています。この本当に豊富な地域の魅力をですね、伝わる形にして、どんどん今日のメンバーとともに町外の人たちのファンを増やしていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。ずっと通して僕質問させていただいた予算も何も無限に関係ない中で、夢というものがあればというのが1点と、報告をいただいた中でですね、民間へのというか裾野への共有の仕方、広め方、上のプランニングされる方が熱があったとしても、最終的に迎える方というのは一次産業の作っている方であり、加工する方であり、例えば飲食であればサービス業で迎える方の熱意というものがなければ、最終的にはファンが離れてしまうのかなと。で事業も有限ではなく、そのポイントとなる方が
もしいなくなった場合に下火になることが多い計画が多いのかなというふうに思うので、できればそのプランを裾野にまで波及するような形、取り組みを望んでいるんですが、その辺もし具体的なプランがあればお知らせ願いたいなと思います。はい、私が無限に予算、人物金情報とよく言いますけど、お金がもしあるのであれば本当にやりたいことっていうのが何かって具体的にはちょっとまだ難しいところがあるんですけど、マシキレトロっていうキーワードを軸にいろいろと仕掛けはしていきたいと思ってるんですけども、まずですね、メンバーの方からもありましたけど、本当の癒しを与えれるようなそんな街を私は作りたいと思ってるんですよ。今 IT とか AI だとかいろいろとどんどん世の中が急速に進歩していっていると思うんですけども、本当にそれでいいのかなっていう部分もあるんですよ、私の中では。で当然私もどんどん AI とか使っていっては当然いるんですけども、この街に来たら本当の癒しがあるんだよと。札幌から2時間、旭川から2時間、このちょうどいいポジションというのが非常に私は価値があると思っている。なのでこのマシケレトロのプロジェクトを軸に、ここの街に来たら本当に癒されるというような仕掛けをメンバーでどんどん作っていきたいということがまず1点。じゃあそれには町の事業者さんにどういうふうに告知するのっていうお話だと思うんですけども、さっきお見せしたそのプロジェクトの企画立案というのは、計画は誰でもできると思うんですけど、実行に移す場合本当に大変だと思うんですよ。なので私は今年はまずトライアルどんどん試すっていうのがすごく重要になってくると思うので、メンバーと一緒にまず期間を事業者さんにどんどんお話をしていって、このままでいったらこの町どんどん人口が減っていって過疎化していって厳しくなるよっていうのをまず訴えて、そしてじゃあ何があるかっていうのを皆さんにどんどんメンバーと一緒に周知していきたいなと、そしてみんなを巻き込んでこのプロジェクトをやっていきたいと、そういうふうに思っています。なので今年は本当に動く年なのですごく大変だと思いますけど、頑張っていきたいと思ってますので、皆さんご協力いただければと思っています。よろしいでしょうか。鈴木さんはいろいろ例えば企画とか商品開発されてヒットした商品があるかなと思うんですけど、例えばここでマシケレトロというテーマで商品開発してヒットまで行くのに大体例えばうまくいって期間的なものはどれぐらいにヒット商品が生まれるのかっていうところを教えてもらいたい。ヒット商品ってなかなか難しいんですけども、ヒット商品ってたまたま結構生まれるもんじゃ意外とないんですよね。もうとにかく考え尽くして考え尽くして考え尽くして、もう頭がちょっとおかしくなるぐらい考え尽くさないと実はヒット商品が出ないんですよ。でこの近辺だとカズチがすごく大爆発したと思うんですけど、前職の時に実はパッケージ一番最初に作ったんですよ。正直言うとあれ最初に見せられた時に作る本人もおそらく売れないんじゃないかと思ってたと思うんですよ。というのはなぜかというと、あれの袋の最低ロットって2万枚以上なんですけど、そんなに売れないんで1万5000枚でやめてくれって言われたんですよ。いやそんな仕事やってられないので正直思ったんですけど、だからあれがドーンってやっぱ売れたんですよ。なのであれは多分コンサルがものすごく考え尽くしてやったことであっても本当に売れるかどうかは分からないので、まずトライアルで試して、それがたまたまドンって売れたんですと僕は思ってます。で私も今までいろんなヒット商品作ってきたんですけども、期間は本当に例えば白熊ラーメンって皆さんご存知です。本当真っ白なパッケージに顔だけ書いてある、あれもたまたまデザイナーさんポンチでパパって書いてやったやつがドンって落ちる。だから本当にもう3日とか1週間でできる商品もあれば6ヶ月めちゃめちゃ考えて作り込んだ商品もあるんですけども、かといってじゃあそれがうまくいくかっていうのは分かんないですけど、とにかく大事なことは考えて考えて考えて考え尽くす方が可能性はやっぱり高いよってことは今お伝えしたいなと思ってます。なのでやっぱり売れてる商品とかヒットしてる店だとかいう人が入ってる店っていうのはもう考え尽くされてるところが非常に大事だと思っているので、これから商品作ったりいろんな事業をやっていく上でとにかく頭がちょっと変になるぐらい考えなきゃいけないなというところはすごく思っているところです。回答になってますね。はい、鈴木さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。